こんにちは、ポンズです。今日ご紹介する本は、アリス・シュローダーさんが書かれた、スノーボールをウォレン・バフェット伝です。今回はこの本を読むと、ビジネスパーソンとしてどんな学びを得られるのか、お話ししていきますね。忙しい合間にも読書をして教養を深めたい。けれど分厚い本はちょっと読むのは大変。という方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。まず、この本の魅力を一言で言うと、世界的に有名な投資家であるウォーレン・バフェットさんが、一体どうやって大きな財産を築いたのかということを、人間的なエピソードと合わせてじっくり知ることができるという点にあります。ウォーレン・バフェットさんといえば、投資の神様なんて呼ばれることもありますけれど、実は生い立ちや家族、そして彼がずっと守り抜いてきた信念など、詳しく知ると、こんな性格だったんだ、と意外な発見もあるんです。そして何より、膨大な資産を築くだけではなく、自分に正直であろうとしたり、周囲を配慮したり、長期的な視野で世の中を見て行動したりするところが、本書ではたくさん描かれています。なので、投資のテクニックを学びたい方はもちろん、仕事や人生そのものをどうデザインすればいいのか悩んでいる方も、読むとたくさん刺激を受けられる本になっています。今日はそんな魅力を、ポイントをいくつかにまとめてお話ししていきますね。では早速ですが、著者はアリス・シュローダーさんです。ウォーレン・バフェットさんからじっくり話を聞くことを許された数少ない著者の一人で、世界的に知られる投資家の舞台裏をかなり突っ込んで取材しています。アリス・シュローダーさんは金融アナリストの経歴もお持ちで、お金の話について非常に詳しい方でもあります。だからこそ、ウォーレン・バフェットさんの投資戦略や仕事への姿勢が専門的かつリアルに記されているんですね。そして肝心の本のテーマは、ウォーレン・バフェットさんがどのようにして膨大な財産と信頼とを築き上げたのかを振り返ることにあります。そこから見えてくる成功の秘訣とか人生の転機にどう向き合うべきかといったビジネスパーソンに役立つ学びがぎっしり詰まっているんです。では具体的にポイントをお話ししていきますね。大きく分けて私は、1、投資家としての根本姿勢。2、人間関係の築き方。3、世間の相場や常識に流されない考え方。4、自分が本当に大事にしたいものを守るコツ。5、長期的な視野での行動。この5つが大事だと思いました。順番に説明しますね。1、ウォーレン・バフェットさんが大事にしている投資家としての根本姿勢についてです。バフェットさんは子供の頃から数字に興味があったとか、キャップの数を集めてたとか、新聞配達をしながら稼いだお金をコツコツ貯めていたとか、有名なエピソードがたくさんあるんですよね。子供の頃から利益がどう生まれるのかを体感し、しかもそれをとても楽しんでいたんです。ビジネスパーソンとしては利益を重視するのは当然だと思うんですけれど、バフェットさんはそこを誰かを騙して儲けるというのではなく、合理的に長く役立つものに投資するという形にこだわっていました。会社の業績をじっくり調べ、これは将来的に必要とされるサービスを提供しているなとか、経営の仕組みが盤石だなといったものを徹底的に見極めるんです。で、そこに一度投資したら、ほんのちょっとの相場の変動じゃ売り買いしない。長期的に有料だと思う企業にどっしり腰を据えて投資するというスタイルですね。これがバフェットさんのコアな考え方なんです。2、人間関係の築き方について。モーレン・バフェットさんって莫大な財産を持っているイメージがありますよね。でも、その裏側ではすごく誠実なやり方で仲間や友人を増やしてきたと言われています。もちろん安く買って高く売るみたいなことをやってるわけですけど、相手を尊重しないやり方はしないんです。本書で出てくるエピソードとしても、どんな大きなディールであろうが、相手との信頼関係が築けなかったらやらないとか、相手の方からバフェットさんとなら組みたいと思ってもらえるような土壌を日頃から育んでいたという話が載っています。大きなお金が動く投資の世界では、どうしてもギラギラしたイメージがあるかもしれませんが、バフェットさんの場合は、そこに温かい人間性や人としての魅力を併せ持っていたんです。私もこれはすごく勉強になりました。ビジネスパーソンは顧客や同僚、
上司や取引先を大事にするって当たり前のようで難しいんですけど、ウォーレン・バフェットさんの場合は、それを自分のあり方として体現しているのが印象的です。3、世間の相場や常識に流されない考え方について、バフェットさんはいつでも自分がこれは価値があると思ったものにしか投資しません。例えば IT バブルの時期、大勢の投資家が目新しいインターネット企業の株にわっと飛びついていたのに、バフェットさんはそこには行かないんです。そこに明確な利益の裏付けが見えないとか、複雑すぎてまだ自分にはちゃんと理解できないと感じれば手を出さない。そして、その決断が結果的には正しかったということが後からわかるわけです。周囲がここが儲かるから飛び込めと騒いでいても、彼が冷静に、ちょっと待てよ、本当にこの企業は長く利益を生み続けられるのかと検討してから動く姿は、読んでいて本当に学びが多いんですよね。私自身も流行ばかりを追いかけるのではなくて、自分が理解できる範囲で筋の通ったものに注力しようと思いました。4、自分が本当に大事にしたいものを守るコツという点です。バフェットさんは幼少期からの家族関係の中でいろいろ辛い思いや葛藤を抱えたとも本書では語られています。でも、その一方で仲間や家族との時間、あるいは社会全体にどう貢献できるかなど、人間としての大切な部分に目を向け続けているようにも見えます。例えば、ワークシャーハザウェイを通じた財の運用だけでなく、寄付や社会への還元、または教育的な取り組みなんかをしていることでも有名です。とてつもないお金持ちになると、ギラギラしたイメージが強くなる人もいるかもしれませんが、彼の場合はむしろ落ち着いた態度で、地元ネブラスカ州オマハの一軒家にずっと住んでいるといった話が、スノーボールにも書かれています。要は、本当に守りたいのは何か、何が自分にとって譲れないものかを見極めて、それを生活の中心に置いているんです。ビジネスパーソンにとっても、仕事の追求と家族との時間や健康とのバランスなど、多くの教訓を得られますよね。5、長期的な視野で行動するということ。これは投資スタイルに直結する話でもあるんですが、バフェットさんはとにかく目先の上下に振り回されないというのを徹底しています。本書の至るところで短期の利益を追いかけすぎると道を踏み外すというメッセージが出てくるんです。でも、いざ株価が下がると早く売らなくちゃと焦げる気持ちって私たちにもあるんじゃないかなって思います。でも彼は景気の上下なんていつの時代もあるから、そこに心を乱されて行動を急ぐと後々後悔するぞということを痛いほど知っているんですね。ビジネスでも成果が出ないからといって半年でやめちゃうよりも2年や3年スパンで取り組んでみる方が後からしっかり芽を出すことがあるなんて経験はありませんか？まさにそれを大きな規模でしっかりやり続けるのがウォーレン・バフェットさんなんです。さて、ここで具体的なエピソードに触れましょう。例えば、子供の頃からお小遣いで仕入れたガムをパック売りして利益を出した話は有名です。お客さんが1枚だけ欲しいと言っても、パックをバラ売りはしないという徹底ぶり。もちろんそれを可愛げがないと感じる人もいるかもしれませんが、彼にとっては、こういうやり方ならきちんと利益が出るという自分なりの規律を守っていたということなんですね。そしてまた、砂塵が舞う大恐慌時代のオマハで、多くの銀行が潰れる不安の中、家族や周囲がどう行動したのかも本書では詳しく描かれます。こうした失敗や成功を通じて学んだことが、投資家としての緻密な目利きへとつながっていったわけです。さらに、中学生時代には新聞配達をしながら貯金をして、それを投資に回すなど、とにかく小銭を積み上げて大きくしていくことを地道にやり続けた話も出てきます。お金の本質や人を引きつけるコミュニケーションの仕方なんかも若い時から肌で感じていたんでしょうね。ここまで読むと、ああ、私も真似できることいろいろあるかもと思えるんじゃないでしょうか。派手な成功ばかりが注目されがちですけど、実は基礎となる活動の地道さがすごいです。私自身もこのエピソードを読んで、地道に数字を追っていく習慣をもっと作ろうと思いました。大事なことって意外とシンプルだけど、ちゃんとやれていない場合が多いんですよね。
バフェットさんは幼い頃から数字とにらめっこするのが好きだった。投資で大成するのもむしろ自然な流れかもしれません。大人になってから何かを身につけようとするなら、そこに時間をかけてじっくりデータを集めてみるといったやり方が意外と鍵になるのかなって感じました。では、この本を読んで得られるメリットをまとめますね。1、投資という言葉を聞くと構えてしまう人もいるかもしれませんが、そもそも価値あるものに注目し、未来を信じる姿勢というのは、どんなビジネスにおいても必要です。2、成功するためのメンタル面。例えば周囲がどう騒ごうと自分の軸を守るとか、人と競争するより自分らしいやり方で磨きをかける大切さなど、本書から学べるものは多いと思います。3、失敗や辛い出来事からどう学べばいいのか、ウォーレン・バフェットさんの人生をなぞると自然に見えてきます。どんな成功者もずっと勝ち続けてきたわけじゃないんですよね。そういう道のりを本書でリアルに知れるのは大きいですね。応用の幅としては、1、普段の仕事で新しいプロジェクトを立ち上げるときにも、長い目で見て価値があるかどうかをじっくり判断しようとか、2、資格取得の勉強やキャリアをどう積むかにも、今流行っているから飛びつくより、自分の軸に合っていて腰を据えられるかが大事だなとか、3、人間関係でも信頼関係を長く育てていく方が結果的に自分も相手も豊かになれるとか、このように投資という領域にとどまらずビジネス全般、あるいは日常生活での判断や行動にも応用できる考え方がたくさんあります。一方で注意点やデメリットとしては、この本、ちょっと分厚いですし、細かい財務や投資の話も出てくるので、読むのに時間はかかるかもしれません。金融や株式の仕組みに抵抗がある方には、最初のうちはこんなディテールまで追うのかと思われるかもしれません。でも、ウォーレン・バフェットさんの性格や家族のストーリーが結構たくさん盛り込まれているので、そっちを追いかけるだけでも十分面白いんですよね。投資の知識がゼロでも、伝記として読む価値は大いにあると思います。それから他の投資系コンテンツと比べると、株の銘柄ごとの戦略だけをまとめたハウツー本とは全然違います。なぜバフェットさんはそんな判断をしたのかの背景にある人生観や家族観、人間関係が大きくクローズアップされているのが本書の特徴でもありますね。今までお話ししたポイントをまとめると、今日は1、投資家としての根本姿勢。2、人間関係の築き方。3、流行や世間に惑わされない考え方。4、本当に大事にしたいものを守る。5、長期的な視点。これらについてお話ししました。どれもすぐに活かせる示唆があると思いませんか？私自身もこの本を読んでから焦って流行だけを追うんじゃなくて、自分がきちんと理解できる分野で価値があると信じられることに全力を注ごうと思うようになりました。そして何より、ウォーレン・バフェットさんの意外とユーモアのあるお人柄とか、家族関係の波乱を乗り越えてきた背景を知ると、投資の神様というよりは、頑固でもあり、でも温かい、ちょっと面白いおじいちゃんみたいに感じられて、親近感が湧くはずです。そんなわけで、アリス・シュローダーさんのスノーボールをウォーレン・バフェット伝は、お金や投資のテクニックだけでなく、人生そのものの知恵を学べる本です。家族関係のエピソードや、寄付など社会的な貢献に対する姿勢、あるいはウォール街の変遷に関してもわかりやすく描かれているので、ビジネス書としても伝記としても満足度の高い一冊だと私は思います。特に資産運用ってなんだか難しそうと経営しがちな方にこそ読んでみてほしいんですよね。バフェットさんほど大きなお金じゃなくても、私たちの生活の中では常にお金の動きってありますよね。そこでどういう考え方をするかによって将来の安心感が変わってくると思うんです。その入り口としても、この本はかなり刺激的なんじゃないかなと。この書籍を読むことで得られるメリットは、何より長期的な視野で自分の進路や行動を考える癖がつくことじゃないかなと思います。人生は何十年も続きますし、キャリアも短期では区切れませんよね。ウォーレン・バフェットさんは、ちょっとやそっとの浮き沈みでブレることなく、自分の信じた道を継続する大切さを教えてくれます。これって会社を経営している方にも
個人投資家にも、あるいは転職とか副業を考えているビジネスパーソンにもかなり役立つ視点だと思いませんか？ただ、注意点としては何度も言うように分量が多いし、内容が非常に濃厚ということです。じっくり読みたい方は、例えば週末や空いた時間にちょっとずつ読み進めるとか、あるいはビジネス仲間と一緒に読んで感想を共有し合うのもいいかもしれません。私は割と分厚い本でも一気に読んじゃうタイプなんですけれど、途中でメモを取りながら読むと、ここは後で見返したいなってところをしっかり拾えておすすめですよ。最後に、全体の総括を一言申し上げますと、本書はウォーレン・バフェットさんの投資哲学と生き方が全編にわたって楽しめる充実の伝記です。ぜひ読んでみてください。読まれたら実際にどう感じたかを自分で考えて行動に移すまでが大事じゃないかなと思います。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。